お母様、どこにいるんだよ。今日は楽しい夏祭りです。空には星がたくさんあります。レムはお母さんの鈴森さんと一緒に歩きます。お母さんはきれいな青い着物を着ています。祭りはとてもにぎやかです。いろいろな店があります。食べ物もたくさんあります。わあ、見て、あの綿あめ、とてもかわいい。レムは言いました。レムは綿あめの店へ行きます。お母さんの手を離してしまいました。レムは綿あめを買いました。ふわふわで甘いです。とてもおいしい。レムは後ろを見ました。でもお母さんがいません。あれ？お母さん。お母さんはどこにいますか？レムは青い着物の人を探します。あ、お母さん、見つけた。遠くに青い服が見えました。レムは一生懸命走ります。お母さん！でも、その人は知らない人でした。レムは一人で立っています。空が暗くなりました。祭りの音は遠いです。レムは公園にいます。ここはとても静かです。お母さん、どこですか？レムは一人で泣いています。とても寂しいです。にゃあ、ベンチの隣に小さな猫がいます。黒い猫です。名前はクロです。クロも一人です。クロはレムの前に来ました。レムはクロを撫でます。あなたは優しいですね。レムは話します。私のお母さんを探しています。お母さんは背が高いです。髪が長いです。声がとてもきれいです。クロはレムを見ます。一緒に行きましょう。レムとクロは歩き始めました。公園の中を見ます。木の後ろに誰かいますか？いいえ、いません。トイレの前に誰かいますか？いいえ、いません。ベンチの下に何かあります。白いハンカチです。きれいな桜の花があります。あ、これはお母さんのハンカチです。レムはとても驚きました。お母さんは近いです。ハンカチの隣に足跡があります。足跡は小さな森の方へ続いています。お母さん、待っていてください。レムとクロは神社の後ろの森に入ります。ここはとても暗くてとても静かです。レムは少し怖いです。変な音が聞こえます。シュ、シュ。お化けがいますか？レムはクロの手をぎゅっと握ります。大きな木の上にフクロウがいます。名前はフクです。フクは大きな目で2人を見ています。フクは静かに聞きました。あなたたちはどうしてここにいますか？レムはフクを見上げて答えます。お母さんを探しています。お母さんのハンカチを見つけました。だからお母さんは近いです。レムは一生懸命に話します。フクは言いました。赤い橋に行きなさい。そこで女の人が泣きながら
レムと呼んでいましたよ。レムはとても嬉しくなりました。お母さんはそこにいますね。レムとクロは赤い橋の方へ走っていきます。二人は赤い橋に着きました。でもそこには誰もいません。お母さんの声も聞こえません。突然、雨が降り始めました。空は真っ暗でとても寒いです。レムは悲しくなりました。お母さん、どこですか？レムは赤い橋の上で泣いています。クロは心配そうにレムの隣にいます。雨が降り始めました。とても強い雨です。レムとクロは雨の中に立ちすくんでいます。服はすっかり濡れてしまいました。お母さんに会いたいです。二人は大きな橋の下にたどり着きました。ここは雨が当たりません。でも冷たい風が吹き抜けていきます。レムは言いました。とても寒いですね。震える体はなかなか止まりません。レムはとうとう泣き出してしまいました。どうしてお母さんの手を離してしまったのでしょう。勝手なことをしてしまいました。ごめんなさい。暗い橋の下でレムは一人で後悔しています。涙が次から次へとあふれてきます。クロがそっとレムの隣に寄り添いました。クロの体はとても温かかったです。クロはレムを優しく抱きしめるようにしました。大丈夫ですよ、レムさん。レムはクロのぬくもりに包まれて少しだけ心強くなりました。突然、遠くの方で眩しい光が見えました。真っ暗な雨のカーテンを突き抜けるような強いライトの光です。誰かそこにいますか？低い声が聞こえました。レムはびっくりして顔を上げ、目を潜めました。何かがこちらに向かってゆっくりと近づいています。ザ、ザ、ザ。重い足音が近づいてきます。レムは怖くなって橋の大きな柱の後ろに身を隠しました。怖い人なのかな？お母さんをどこかへ連れて行く人なのかな？レムは息を潜めてじっと震えながら耐えています。光の向こうから一人の男の人が姿を現しました。その人は紺色の警察の服を着ていました。タスクという名前のおまわりさんはとても優しい顔をしていました。タスクさんはレムを見つけるとその場にしゃがみ込みました。やっと見つけましたよ。タスクさんは優しく笑いました。君がレム君かな？タスクさんは優しく語りかけました。レムは緊張しながら小さく答えました。はい。お母さんがとても心配していましたよ。ずっと君のことを探していたんだ。おまわりさんの温かい言葉を聞いて、レムの胸は熱くなりました。よかった。お母さんは私を忘れていなかったんだ。タスクさんはレムとクロを優しく導いてくれました。みんなで一緒に明るい交番へ向かって歩き出します。雨はまだ激しく降っています。でも不思議ともう寒くありません。レムはしっかりと前を見つめて歩きました。たどり着いた交番はとても明るくて暖かな場所でした。中には温かい飲み物が用意されていました。ここでお母さんを待ちましょうね。タスクさんは言いました。レムは暖かい椅子に座ってお母さんが来るのを待っています。もうすぐ会えるとレムは心の底から信じていました。レムは交番の中で温かいお茶を飲みました。タスクさんはとても親切なおまわりさんです。交番の中は明るくて少しだけ安心しました。でも心はまだドキドキしています。体は暖かくなりました。
でもレムはまだ少し悲しい顔をしています。足元にいるクロを見つめて小さくつぶやきました。お母さんは今どこにいますか？クロは静かにレムの靴に鼻を寄せました。突然、交番のドアが勢いよく開きました。一人の女性が息を切らして走って入ってきました。それはレムのお母さんでした。お母さんの目は真っ赤で、たくさん泣いたことがすぐにわかりました。レム！お母さんは叫んでレムをぎゅっと抱きしめました。レムもお母さんの服に顔をうずめてしがみつきました。二人は嬉しくて、またたくさん涙がこぼれました。勝手に手を離してごめんなさい。レムは謝りました。お母さんはレムの顔を見て言いました。いいのよ、本当によかった。何度も何度も言いました。二人の顔にようやく笑顔が戻りました。お母さんはタスクさんに何度も深くお辞儀をしてお礼を言いました。レムはクロの隣に立ってお母さんに聞きました。お母さん、クロも一緒に家に帰ってもいいですか？三人が外に出るといつの間にか雨は止んでいました。夜の空には雲がなくなり、月が明るく輝いています。お母さんは言いました。さあ、みんなで一緒に帰りましょう。その時、遠くの空で大きな音がしました。夜空にとても大きくて美しい花火が上がりました。赤、青、金色の光がキラキラと降ってきます。レムは目を大きく見開きました。レムはお母さんの手を今度はとても強く握りました。もう二度とこの手は離しません。レムは心の中で自分と自分を助けてくれたみんなに強く約束しました。お母さん、私をお母さんの子供にしてくれてありがとう。大好きです。レムは言いました。お母さんとレム、そしてクロは仲良く並んで家へ向かって歩いていきました。